皆様こんにちは、セイタです。今回は1月26日発売スック2024春カラーコレクションより新作のモイスチャーグレーズリップスティック05ヨーユカリ06花おぼろシグニチャーカラーイズの限定色134桜写し135ひなた織りをご紹介していきます。毎回大人気のスックのコレクションですが、今回は事前の予約抽選でシグニチャーカラーイズの限定色2色とリップの人気色を予約することができましたので、一部アイテムにはなりますがご紹介していきたいと思います。また現時点ではシグニチャーカラーイズの134桜写しが公式オンラインなどでも販売しているとのことですが、もし予約キャンセル分があった場合にはオンラインや店舗で再販をする予定もあるとのことでしたので、お探しの方はぜひ再販情報もチェックしてみてください。またこちらのチャンネルでは他にも各ブランドの春コスメのご紹介や人気のファンデーション比較、1月にリニューアルをしたコスメデコルテのフェイスパウダーの全色比較、そしてサブチャンネルではコスメ収納についてやリクエストいただいた動画などをアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。スック2024春カラーコレクション、ご紹介していくのはこちら、モイスチャーグレーズリップスティック05ヨーユカリ06花おぼろ、滲むように色づき一塗りで溢れ出すツヤ、濃密なツヤ膜で唇をグレーズする新リップ誕生。じゅわっととろける濃密なバームタッチは一般的なスティック状の口紅と比べてペースト状高粘度のオイルを高配合することで独自の濃密なバームタッチを実現。とろけるようなテクスチャーでまろやかな塗り心地に、さらにむっちりとした仕上がりで縦じわもカモフラージュします。こちらはレフィルを専用ケースにセットしてお使いいただくアイテムです。今回ご紹介するのは05ヨーユカリ、モードでエッジを効かせたカシスパープル、06花おぼろ、シックでモダンな表情を彩るスモーキーなグレイッシュモーブ。続いてこちら、シグニチャーカラーアイズの限定色134桜写し135ひなた織り、水面に映った春の情景と一さじの陰影、鏡写しの水面をパレットに描いた美しい限定2種、鏡写しになった春の情景、水面に映り込んだ春の穏やかな日差しや木々の芽吹き、水が編んだ美しい色をまぶたにまとえば暖かく穏やかな眼差しに包まれます。パレットの配色にもコレクションテーマを反映し、遊び心を詰め込みました。左下のコードカラーは左上のメインカラーが水面に映り込み揺らめいている様子をイメージしています。134桜写しはシャインシェリー×クラシックモーブ、春らしいふんわりとしたカラーにほんのりとくすみをプラス、しっかり発色するシャインロゼカラーで華やかな印象に。135ひなた織りはシャインゴールド×グレイッシュモカ、水面に映り込んだ日差しや木々の軽やかな情景を表現、グレイッシュアクアミントをふんわり仕込み奥行きのあるゴールドアイに。それでは早速新作のモイスチャーグレイズリップスティックからご紹介していきたいと思います。こちらのリップスティックは全10色展開となっていて、どのカラーもトレンド感を抑えていてとても可愛いなと思いましたが、今回は予約の段階で一番人気とのことだった06番の花おぼろと BA さんの中で人気が高いとのことだった05番のヨーユカリを購入してみました。それでは05ヨーユカリから塗ってみたいと思います。こちらは見た目だと少し使うのが難しそうな印象ですが、一度塗りだとこんな感じで唇の血色とカシスパープルが合わさってとても絶妙な発色になってくれます。はい、05番のヨーユカリは唇の上にのせてみるとこんな感じでした。しっかりと発色しつつもカラー調整しやすい質感だったのと、ツヤの効果で唇の上にのせてみると透明感がぐんとアップするようなピンクパープル系に発色して
とても可愛いですよね。BA さんによると、ベージュ系のリップの上に重ねてニュアンスチェンジをしたい時などに大活躍してくれるとのことでしたが、発色を調整しながら塗っていけば単色塗りでもものすごく素敵だなと思いました。そして質感については滑らかで塗りやすく、唇をしっかりと覆ってくれるような質感があるので、唇を保護してくれるような安心感もあります。思っていたよりも重さやベタつきもないので、ストレスなく使いやすそうです。続いて06花おぼろです。こちらはトレンドのベージュ系リップかなと思っていましたが、程よい血色感は残るのに、くすみが効いているところがとても絶妙だなと思いました。はい、06花おぼろはこんな感じのカラーでした。トレンドのヌーディーなベージュ系カラーのリップですが、血色感とくすみ感のバランスがものすごく良くて、一番人気なのも納得な、とても絶妙な色出しだなと感じました。ツヤ感も意外と強すぎなくて上品なので、いろいろなシーンやメイクに合わせやすいリップだと思います。ピンクベージュ系のリップがお好きな方には、ぜひチェックしていただきたいカラーです。そしてヌーディー系カラーの06の上に05を重ねてみて、どんな感じにニュアンスチェンジするのかというのも見てみたいと思います。上から重ねるとこんな感じで、カシスパープルのカラーで透明感とくすみを同時に与えるような、とても可愛いニュアンスにチェンジしてくれます。はい、05番と06番を重ねてみるとこんな感じに仕上がりました。透明感はアップするのに、大人っぽいくすみ感と深みもプラスされて、05をカラーチェンジャーとして使うのもものすごくいいなと思いました。すっくらしい、ありそうでなかったカラーを演出してくれる感じがとてもいいなと思います。新作のモイスチャーグレイズリップスティックはこんな感じでした。名前の通りのツヤでコーティングしたような発色と立体感のある唇を叶えてくれるリップスティックでした。仕上がりのイメージが似ていそうだなと思っていたイヴ・サンローランボーテのボリュプテキャンディグレースと比較をすると、スックの方がツヤが抑えめでベタつき感が少ないという印象だったので、より大人っぽいツヤでいろいろなシーンでも使いたいという方に特におすすめなんじゃないかなと思いました。特に香りが感じないというところも使いやすいポイントだと思います。個人的には05のニュアンス扱いがものすごく可愛いなと思いました。では、ここからはシグニチャーカラーアイズの限定色をご紹介していきます。まずは134の鏡写しです。パレットを1色ずつ単色塗りしてカラーをお見せしていきたいと思います。まずは A、メインカラー。ベースカラーとしての使用もおすすめしたいマット処方。こちらの A のカラーは通常のシグニチャーカラーアイズのマット質感と同様のしっとりとしていますが程よく透け感のあるようなとても使いやすい粉質です。はい、1色目 A のカラーは単色塗りだとこんな感じでした。パレットを見るとピンクベージュのようなカラーなのかなと思っていましたが、まぶたの上に乗せてみると明るさとくすみ感を同時に楽しめるようなピンクカラーに発色してくれました。指でしっかりと発色させても重たいマットにはならずに程よい透け感があるので単色でもとても可愛いですよね。続いて B、こちらもメインカラー。パール処方で異なる質感を自由に重ねて目元の表現の幅を広げます。B は通常のシグニチャーカラーアイズよりもかなりしっとりとしている粉質で、発色もこんな感じで、一塗りでまぶたにしっかりカラーをのせることができます。限定らしい贅沢なパールのツヤがとても綺麗です。はい、2色目 B のカラーはこんな感じでした。かなりしっとりとしていて、重さのある高発色な粉質で、ベースにしっかりとカラーを楽しみつつも、パールによるツヤめきで目元に立体感も出してくれます。パレットを見たままのような暗くなりすぎない大人っぽいくすみピンクのベースに、同系色のパールとシルバーの微細ラメが輝いて、自然に透明感を演出してくれるところもとても可愛いです。しっとりとしていて高発色なタイプのアイシャドウがお好きな方にかなりおすすめです。A のカラーと B のカラー、それぞれ着てみるとこんな感じです。続いて C、コートカラー。水面に映った景色の揺らぎを表現したパール処方。メイクの仕上げにハイライトのように重ねれば、
春の光を感じさせる立体的な目元に。こちらは見た目だと多色になっていますが、まぶたの上にのせてみると意外とクリアな発色のパールやラメを楽しめます。はい、C のカラーは単色塗りだとこんな感じでした。まぶたの上にのせてみると透け感のあるベースに一見クリアカラーのパールやラメのきらめきだけが乗るように見えますが、よく見るとパレットで見た通りのピンクやパープル、そしてオレンジゴールドのようなラメのカラーを楽しむことができます。ただかなり自然なので見た目の印象よりもとても使いやすいカラーでした。続いて D、ディープカラー。水面に映る陰影のように絶妙なくすみカラーが目元をソフトに引き締めます。まず中央のロゴ部分以外を塗るとこんな感じで、一番最初に塗った A と同様の透け感のあるマット質感です。はい、最後 D のカラーはこんな感じでした。こちらも程よく透け感が残るようなナチュラルなマット質感なので、指で塗ってもこんな感じで深みはありますが重たくなりすぎなくてとても素敵です。ピンクパープルのニュアンスがしっかりと効いているブラウンカラーですが、そこまで寒色に寄りすぎた印象にならないところがとても計算されているカラーだなと思います。そしてこの中央のロゴマーク部分を乗せてみると、こんな感じで上に配置されている B のカラーのパールやラメを抑えたようなカラーがほんのりと乗ってくれます。今回の限定はこの遊び心のあるデザインがものすごく可愛いですよね。C のカラーと D のカラー、それぞれ着てみるとこんな感じです。では134の桜写し全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず B のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。A や D などのマット系カラーをベースに使っても可愛いなと思いましたが、この B のカラーのしっとりとした質感やパールやラメのツヤがものすごく可愛いなと思ったので、今回は B をベースに塗ってツヤ感を前面に出していきたいと思います。続いて D のカラーを指に取ってまつげの際から目を開けた時にカラーが見える位置まで太めの締め色として塗っていきます。指でのせても程よく透け感が出るような絶妙なニュアンスの締め色なので、少し広範囲に塗っていきたいと思います。続いて A のカラーを付属のチップの太い面に取って下まぶた全体にのせていきます。透明感とくすみ感を両立させたピンクで下まぶたに程よい陰影をつけながらも明るさを出していきます。最後に C のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にのせて、さらにパールやラメの艶めきを出していきます。はい、こんな感じで134桜写し全色を使ったメイクが完成しました。今回は B のパールやラメをしっかりと感じられるツヤカラーをベースに仕込んで、 C の締め色を広範囲、そして A のマットカラーを下まぶたににじませた後に C のコートカラーでさらにツヤを足したリップのイメージに合わせたツヤツヤな目元に仕上げてみました。全体的にくすみが効いている大人っぽいピンクパープル系ですが、最後にアクセントで重ねた C のカラーに入っているかなり微細なオレンジゴールドのラメが顔を動かすたびに程よい温かみを与えてくれる感じがとても可愛いなと思います。リップは05番を合わせてみました。134のパレットと05のリップの相性も抜群でした。引きで見るとこんな感じです。続いて135のひなた織りです。まずは単色塗りでご紹介していきます。1色目 A のカラーです。こちらのパレットはこのグレイッシュアクアミントのカラーを実際にまぶたの上にのせてみるとものすごく可愛くて予約をされていくお客様がとても多かったと BA さんがおっしゃっていました。ナチュラルな発色でふんわりとしていて意外とくすみ感が強いのでとても使いやすく感じます。はい、1色目 A のカラーは単色塗りだとこんな感じでした。パレットで見るとくすみブルー系のカラーに感じましたが、まぶたの上にのせてみるとカラー説明通りのくすみが効いているミントカラーに発色してふんわりとナチュラルに発色する質感も相まってか派手なブルー系カラーというよりも柔らかくて透明感があるような優しいブルー系カラーという感じがとても可愛いなと思います。
単色塗りでも春らしくて素敵なんじゃないかなと思います。続いて B のカラー。こちらは134と同様のしっとりと高発色なパールラメ質感ですね。オレンジゴールドのようなカラーに発色してくれます。はい、B のカラーはこんな感じでした。柔らかいオレンジゴールドのカラーがベースにしっかりと発色した上に、同系色のラメとよく見るとシルバーの繊細なラメも輝いています。春先から初夏にかけても活躍してくれそうなカラーだなという印象です。A のカラーと B のカラー、それぞれ着てみるとこんな感じです。続いて C。こちらは先ほどの134のパレットの C のカラーよりもしっかりいろいろなカラーを感じることができます。はい、C のカラーはこんな感じでした。ベースは透明感抜群のホワイトパールですが、こちらには A のようなブルー系カラーと C のようなオレンジゴールド系のラメを感じることができて、透明感の中に程よいカラーニュアンスが効いている感じが限定らしくて素敵だなと思います。最後は D です。D も A と同様発色がナチュラルです。こちらは寒色系のブラウンカラーですね。はい、D のカラーはこんな感じでした。発色自体はナチュラルですが、寒色ニュアンスのアッシュブラウンのようなカラーが乗るので、目元をしっかりと引き締めつつ、大人っぽさも演出してくれそうです。B のオレンジゴールドカラーが華やかで温かみを感じるようなニュアンスだったので、こちらの D のカラーで全体を程よくまとめてくれそうだなと思います。C のカラーと D のカラー、それぞれ着てみるとこんな感じです。それでは135のひなた織り全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず A のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとしてのせていきます。こちらのくすみ感のあるアクアミントのカラーがとても素敵な春色だなと感じたので、今回はこのカラーをベースにしっかりとのせていきます。続いて D のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。続いて B のカラーを指に取ってそのまま先ほどのせた D の上に重ねていきます。グレイシーなニュアンスの D でしっかりと目元を引き締めつつ柔らかさも足していきたいので、この2色を組み合わせて目尻にポイントを置いていきます。そのまま付属のチップの細い面に戻って下まぶたのまつげの際にライン状にのせていきます。この贅沢なパールとラメの感じが下まぶたにのせるのも可愛いですよね。最後に C のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にアクセントとしてのせていきます。ベースに塗ったカラーと目尻のカラーをなじませるようにぼかしていきます。はい、135のひなた織り全色を使ってメイクするとこんな感じに仕上がりました。こちらのパレットはどのカラーをメインに持ってくるかで全然違った印象が楽しめそうだなと思いましたが、個人的にとても可愛いなと思ったグレイシーアクアミントをしっかりとベースに発色させて、目尻にはくすみニュアンスの寒色ブラウンでしっかりと陰影感をつけた上に明るく華やかなオレンジゴールドを重ねてなじませやすいカラーメイクに仕上げてみました。それぞれのカラーに程よくくすみが効いていたり透け感があったりなど質感がとても大人っぽかったので、ブルー系とオレンジ系を組み合わせても派手なカラーメイクという印象にならないところがさすがスクだなと思いました。リップは06を組み合わせてみました。落ち着いたニュアンスのカラーなのでカラーメイクとの相性も抜群でした。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じで1月26日発売スック春カラーコレクションより限定のアイシャドウ2色と新作リップから人気色2色をご紹介していきました。大注目の新作リップは滑らかな保湿感とツヤでコーティングしたような質感がとても綺麗でしたが、思っていたよりもかなり上品なツヤ仕上がりだったのとベタつき感もないところがとても使いやすかったなと思いました。そして限定のアイシャドウはデザインがものすごく可愛いのはもちろん質感も通常タイプとは少し異なりしっとりとした粉質で
贅沢なパールやラメのツヤを楽しむことができました。現時点ではシグニチュアカラーアイズの134桜写しが公式オンラインなどでも完売してしまっているとのことですが、もし予約キャンセル分があった場合には店舗やオンラインでも再販をする予定との情報がございましたので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。